はい、どうも、こんにちは。エンジン太郎です。今回は総集編ということで、今までの動画をつないで、なるべく短くまとめていこうと思います。短くまとめるとは言っても、それなりに長いと思うので、時間のある時に少しずつ見ていただければと思います。今回のエンジン製作ですが、すべてはこの CAD からスタートしています。排気量は 125cc 以下、そしてクランクケースに手を加えないという条件のもと進めています。もうエンジンとしては完成してしまっているので今更どうしようもありませんが、このカウンターギアはダメでしたね。これのせいでかなりノイズの出るエンジンとなってしまいました。そしてシリンダー周り、ヘッドやシリンダーを4つに分割したのはちょっとまずかったですね。次回はもっとシンプルに作っていこうと思います。それでは実製作の方をスタートしていきます。まずはクラッチカバーとジェネレーターカバーの追加加工をしていきます。この段階では大体で十分ですけどね。最後はノコギリで切りました。これで裏取り終了です。アルミ溶接もだいぶ慣れてきましたね。作業手順としては同じで毛書きをしてカットしていきます。微妙に図面と違いますが、まあ大丈夫でしょう。ざっと8キロですね。これも入れると12キロですね。の立方体完成しました。始まります。とりあえずシリンダー取り付ける穴を開けたので、あとは中をくり抜いていきます。シンクランクケースの前側一旦ここで止めておきます。そして後ろ側の加工に移っていきます。この斜
手書き台に食い込まなければ OK という形ですね。はい、終わりました。やっと。今できる加工はこれで終わりです。これでクランクケースは大体完成しました。削り出しはあまり効率的ではないので、次製作する機会があれば別の方法を試します。それではクランクシャフトを作っていきますが、1本目失敗してこれ2本目です。微妙に振ってる感じもしますが、自分の実力ではここが限界です。駆動用のギアを焼きばめしていきます。今回のエンジン製作では焼きばめを多用していますが、うまくいった時は気持ちいいですね。逆にうまくいかないとめちゃめちゃ焦ります。こっちは点付けでなんとかしました。こちらは結局全周つけちゃいました。ちょっとずつ進めて今全周ついてます。これでできました。もうこれでクランクケースにクランクシャフトにつけるパーツはありません。ここからはコンロッドの製作となります。今回のエンジンの製作で分かったことですが、コンロッドなどもあるのなら市販のパーツを使う方が無難だと思います。コンロッドは5本作るので、常に同じ作業を5回繰り返さなくてはいけません。これでそれぞれのペアが完成しました。最後までこのペアは崩さないでいきます。まずは原点を開けたら、次は他の座標も全てセンタードリルで下穴を開けておきます。はい、これでコンロッドのセンタードリルとノックピン入れる穴ですね、この辺は。1個目の片側加工終わりました。ベアリングもいい感じで入りますね。こんな感じで、もうここまで来るとだいぶコンロッドに見えるようになったと思います。あとちょっとですね。こんなもんでしょうね。こんな感じで。次に作るのは
純正クランクケースの中に入れる動力伝達シャフトです。材料が黒革付きの素材なので、フレは0.1 程度まで取れれば十分ですね。あとはひたすら一心不乱に削っていきます。これでメインシャフトフライホイール側の旋盤作業が一応終わりました。それでは反転させてクラッチ側を製作していきます。こんな感じですね。とりあえずクラッチですが、字もつくし。で、フライホイールを、これで図面通り動力伝達シャフトアッセンブリーとして完成しました。次の製作はシリンダーを作っていくのですが、シリンダーは鋳造で作ることにしました。切削で作った方が楽なのは分かっていますが、やはり作ることを楽しみたいので、あえてここは鋳造を選択しました。やってみます。結構フィンのところが簡単に崩れていってしまうんですよね。なかなかこの辺は熟練が必要だと思います。よいしょ。ぱっと見でも結構綺麗にいってるのがわかりますね。鋳造が終わったので、鋳造品の切削仕上げをしていきます。そしてやっぱり同じ動作を4回必ず繰り返さなくてはいけないので退屈です。この面鋳造の仕上げ終わりました。予備も含めて5個作ってあります。この中でいいものを使用していきます。次はシリンダーライナーの部分を製作していきます。ドリルで貫通穴を開けておきます。理想は30杯ぐらいで開けたいんですが、ドリルを 21mm までしか持ってないので 21mm でよしとします。中塗りは最終的にラッピングとホーニングで調整をしていくので、調整白を残して削っていきます。シリンダースリーブも削り終わったので、焼きばめをしていきます。にはなるでしょう。
それなりに形になるのとって感じはしますね。今度はいい音ですね。特にビビりもなくスムーズにいってます。主に聞こえてくるのは砥石の処理音だけでいい感じですね、これは。なのでこの方法で確定ですね。このまま作業を進めていきます。最後に念のため測定をしていきます。一応寸法としてはピストンプラス 0.05mm で、ピストンクリアランス 0.05mm で設定しています。最後にライナーの部分が少し出っ張っているので、そこを削ったらシリンダーの完成となります。シリンダーヘッドも今回は鋳造で作っていきます。シリンダーを鋳造で作ってからかなり鋳造にはまってます。型ができたので金属を入れていきます。何度やってもこの鋳込み終わった後砂型から外すのがとても楽しいです。よし、なんとか形になりました。こっちは綺麗ですね。やっぱこっち側はちょっと引けちゃいましたね。湯道を切ったら仕上げをしていきます。鋳造品の仕上げは原点が取りづらいのでかなりめんどくさいですね。先ほど下穴を開けた部分にタップを立てていきます。次にバルブガイドの製作をしていきますが、このバルブガイドはバルブシートと共有しています。とはまり込むはず。ぴったりと今13個完成しました。さすがに最後の方はだいぶ慣れましたね。よし、全部でこんな感じで失敗した1個を除いて10個全部できました。バルブガイドも焼きバメでくっつけていきますね。はい、押し込んで入った。反対にしていいです。なるべく垂直に。はいと。ちょっと削るだけなんですが結構時間かかってますね。はい、4つできたのを並べてみました。まあいい感じではないかと。インレットポートもうまくいきましたね。バルブも作ってヘッドの仮組みができるようにしていきます。バルブの第一段階です。残りの 0. 何ミリかはゆっくり削るしかないですね。はい、やっとバルブ完成しました。これが試作の1個ですね。そしてロッカーアームなどを取り付けるためのシリンダーヘッドカバー作っていきます。これも鋳造ですね。製作する機械が大きくないので一つ一つの部品をなるべく小さくはしたんですが、結果としてはこれはあまり良くなかったです。やはりもっと大きい部品で一気に作った方が無難でしたね。温度が上がったので酸化膜を取って煮込みを始めていきます。まあまあ綺麗に入ってると思います。
この5つが使えそうですね。中央の大きい丸の部分を原点として、そこからすべての座標に穴あきをしていきます。開いてきれいになって、次に作るのはカムシャフトを支えるベアリングホルダーの部分となります。こんな感じでできました。はい。ベアリングホルダーの製作が終わったので、カムシャフトの製作に移っていきます。カムシャフトはシャフト部分とカム山部分、セパレートで作ることにしました。これでカム部分、とりあえず CNC での切削を終わりました。まず少し底の部分に入れますね。カム山部分は表面だけ新炭かけて固くしておきます。炉に入れて、しばらく待ちます。新炭はこういう容器で密閉しなきゃいけないのがちょっとめんどくさいですね。結構出すのに手間取ります。滑る。表層は硬くなってますね、十分。いい感じですね。あとは計測してみます。触れはまあだいたい100分の1以下、1000分の5程度なので十分許容範囲だと思います。さて次はロッカーアームの製作をしていきます。これも結構製作手順が複雑なので苦労しました。はい、8個できました。こんな感じですね、今の段階では。まだ正直ロッカーアームには見えません。ちょっとロッカーアーム感出てきたかな。あと作業手順も3つ4つぐらいですね。これで今回の
作業は一段落ですね。一通り終わりました。もうロッカーアームの格好をしてますね。はい。どうでしょう。いい感じだと思います。ちっちゃくてもロッカーアームですね。仮の電動ドライバーで回してみます。次はヘッドカバーの蓋の部分作っていきます。こちらも鋳造となります。それでは砂型を作っていきます。そろそろこの自作の鋳物綱も限界が近いですね。どうかな。意外と綺麗にいってると思います。はい、10個全部穴開け終わりました。蓋をするとこんな感じですね。さて、ここからはカムチェーンケースを作っていきます。形状が少し複雑なので CNC で加工していくことにしました。こんな感じで、ぴったりくっつけられますね。まあ上出来でしょう。あとは蓋の部分を作っていきます。はい、これで蓋は一旦完成です。これから液パイを作っていきますが、液パイはステンレスのパイプを炙って曲げて作っていきます。さて、ここまででピックアップ関連のパーツ以外は全て終わったので、組み立てていきます。よし。いった。ここが2番と。
で OK。 じゃあ次は最後にピックアップ関連を作っていきますが、ここは都合2回やり直しましたね。なのでこれが3回目の加工になります。はい、これで完成しました。穴位置も特に問題なさそうですね。はい、こっちも、特に問題ないです。ピックアップ側の穴がちょっとガバ穴なので、前後は調整が少しは効きます。組み立ててピックアップコイルは完成しました。いよいよ始動テストですが、設計からここまで約2年ちょっとかけてるので、もしうんともすんとも言わなければとかなり心配していました。でもまあとりあえず初爆が来たことで少しは気が楽になりましたね。エンジンが無事始動したので、車両に搭載する準備を進めていきます。いろいろ考えましたが、結局 CD90 をベースに搭載していこうと決めました。いよいよこれが初走行となります。初走行は結局あまりエンジンの回転が上がりませんでした。そしてこれが2回目の走行ですが、2回目の走行はキャブを変更して口径を少し大きくしたら少しは良くなりました。前回まで番手不明だったメインヘッドを118番にしてテストしていきます。
ここから本格的なセッティングの始めとなります。だいぶエンジンが回るようになってきました。ちょっと気になったので、もう少し番手を上げて125番でテストしていきます。キャブのメイン上げましたが、悪くはない。今までで一番マシかもしれないですが、ちょっと中間に問題があるかもなので、ニードルの位置変えますね。よし。ニードルのクリップの位置上げて、ちょっと中間薄くなるようにしてみました。はい、さっきテスト走行終わって、エンジンがダメになりました。正直かなりダメージ受けてるんじゃないかと。とにかくこれから下ろしてエンジンの状況を確認していきます。それによって方針は今後決めますが、今考えているのは修理ですね。現状修理をしてもう一回テストから始めるっていうのが一つのプラン。もう一つのプランはまだ出来上がって間がないですが、このエンジンを諦めて次のエンジンの設計を始める。あとはその折衷案ですね。修理しつつ次のエンジンの設計を進めていく。その辺になるんじゃないかと思います。とりあえずはなんとか、今からエンジンを下ろして状況確認していこうと思います。
て、エンジンを下ろしたので気が重いですが、開けないと始まらないので開けてきます。軽傷ということはないと思うので、結構重傷にはなってると思います。ガスケット一発で終わりか。しゃあない。コッターが外れたのか。とりあえずはシリンダーヘッド外してきますか。やっぱ一番懸念材料だったバルブ周りで問題を起こしますね。この辺を再設計してなんとかしなきゃね。損傷がピストンだけならワンチャン直せますね。はい、こんな感じでもうシリンダーヘッドは完全にダメですね。分かってましたがダメだということは、問題はどうダメかっていうことなんですよね。はい、こんな感じでピストンにバルブの傘の部分が落ちてぶっ刺さってましたね。このロッド無事だといいな。シリンダーヘッドですがこんな感じでもう全然ダメですね。ここにバルブが刺さった跡がありますね。こんな感じで、こういう感じでバルブに刺さったんでしょうね。すげえな。4番シリンダーヘッドはもう完全に使い物にならないですね。ただやっぱバルブの強度不足っていうのは設計段階でちょっとまずいなとは思ってたんですよね。ただ個人では熱処理やれないのが痛いとこですね。結局個人で熱処理やる場合、ズブ焼きとかになっちゃうんで、コードもさほど出ない、その割に曲がりばかりが強く出ちゃう、歪みやすいんであんまりやりたくないのが正直なとこですね。とりあえず他開けてみますが、この損傷度合いだとこっから下さらにダメージがいってなければ、そうですね、シリンダーヘッドの再設計ですね。それにあたってバルブは市販品のものに切り替える。あとは整備性の向上、その辺をベースに4気筒エンジンのバージョン 1.1 に移行するっていうのも一つ考え方です。それと同時に2号機の製造も準備していくと。まだ2号機は設計の概略図だけがかろうじて少しできているという程度なので、ここから設計を本格的に始めたとしても半年以上は設計段階でかかります。なのでそれならこの1号機をバージョン 1.1 に変更というのが現実的かな。1号機を 1.1 に変更しつつ2号機の設計ですね、2つを同時に進める方がいいかもしれないですね。とりあえずは他も開けてみます。抜いちゃいますね。クランクシャフト、コンロッドより下は正直ダメージらしいダメージは来てなさそうですね。なんとか現状から本心は決定しました。やはり現在このバージョン1のエンジンをバージョン 1.1 へのアップグレードですね。バージョン 1.1 への変更と同時に新型エンジン、次のエンジンの設計も順次始めていきます。損傷を受けたのがヘッド、製作部品としてはヘッドとバルブ程度なので、それならもう一度直して使います。これがクランクシャフトやクランクケースに致命的な損傷を受けてたら諦めましたが、この程度ならまだ諦めができない。諦められないですね。この程度じゃ。
まあ、想定していた通りといえば通りですし、想定していた中で最も軽症な部類ではありましたね。この動画を総集編、バージョン1の総集編としてアップしてる予定なので、次回、ちょっと不定期にはなりますが、バージョン 1.1 へのアップグレードの動画が撮れればと思っています。まあちょっと何とも言えないですが、そんな感じで進めていく予定ですね。まあこのように壊れてしまったのは残念ですが、まあものづくりというのはこういうことの繰り返しだと自分は考えています。まあ次回とりあえずはこれの修理動画というかまあ今バージョン1だったものをバージョン 1.1 へのアップグレード動画となる予定です。ただちょっと設計をしたりなんだりと時間はかかると思いますが、今後ともよろしくお願いします。4気筒エンジンバージョン1の総集編ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。